網を切って進む一隻の駆逐艦、その名を雪風という。 AI で当時の色を蘇らせてみる。昭和の初め、日本海軍が生んだ19隻の駆逐艦、それが陽炎型である。日本駆逐艦の完成形と言われた。酸素魚雷35ノット、そして長い航続力、まさに艦隊の主力を担う精鋭だった。だが太平洋戦争は過酷な消耗戦。19隻のうち18隻が海に沈んだ。炎上する空母を自らの手で撃ち、嫌い腹にすり、戦艦と共に海へ消えた。そしてただ一隻、あらゆる激戦をくぐり抜け生き残った艦がいた。その名が雪風、後に奇跡の駆逐艦と呼ばれる幸運艦である。今日はその19隻の生涯を一隻ずつカラー化した写真とともに辿ってみよう。白黒写真のカラー化にあたり協力いただいた東京の画像加工業者リタッチインクさんの復元方法では、従来手法のように白黒の上に色を塗るのではなく、 AI が写真そのものを補正し、当時カラーカメラで撮ったらこう写っていたかもしれない姿に近づける。これはおそらく従来の方法よりもずっと肉眼で見た光景に近い復元方法だ。興味のある方はリタッチインクレタッチ会社と Google で検索してみてほしい。海上を進む陽炎型の駆逐艦。陽炎型が生まれたのは昭和14年1939年。それまでの駆逐艦作りの経験をすべて注ぎ込んだ設計だった。主砲は 12.7 センチ砲を6門、魚雷は8車線。積んだのは世界が恐れた酸素魚雷。酸素魚雷は航跡が見えにくく、射程も桁違いに長い。野戦で敵を一方的に歩振る切り札だった。速力は35ノット、航続力も大きい。攻撃力、速さ、足の長さ、そのどれもが高い水準で揃っていた。日本駆逐艦の完成形、高型駆逐艦の頂点、それが陽炎型である。こうして19隻が建造された。戦艦の盾となり、敵に酸素魚雷を放ち、船団を守る。だが彼女たちを待っていたのは想像を絶する激戦の日々だ。陽炎型の一隻、夏潮。開戦からわずか数ヶ月、陽炎型は南方の攻略作戦で快進撃を続けていた。だが昭和17年3月、夏潮に最初の悲劇が訪れる。ランイン、スラバヤ方面の作戦の最中、夏潮はアメリカの潜水艦が放った魚雷を艦の横腹に受けた。命中の衝撃で夏潮はあっけなく沈んだ。19隻の陽炎型で最初に失われた一隻、それがこの夏潮だった。華々しい主力決戦ではない。敵の姿も見えない一本の魚雷が精鋭の最初の一隻を奪ったのである。陽炎型の一隻、早潮。戦場がソロモンやニューギニアへ移ると駆逐艦の役目は変わっていく。主力決戦ではなく危険な輸送と護衛の日々。昭和17年11月、早潮はニューギニアのラエへ向かう輸送作戦にいた。制空権はすでにアメリカ側に傾いていた。昼間の海で早潮はアメリカの爆撃機の大群に見つかる。逃げ場のない空襲の中、早潮は爆弾を受け沈んでいった。制空権を失った海で駆逐艦はただ空を見上げるしかなかった。早潮の最後はこれから陽炎型を去う過酷な消耗戦の陽炎型の一隻、萩風。昭和17年6月、ミッドウェー海戦。日本は主力空母4隻を失う大敗を喫する。その一隻、旗艦赤城は味方の攻撃を受けて動けなくなり炎上していた。沈まぬ空母を敵に渡すわけにはいかない。その苦渋の役目を負ったのが萩風たち駆逐艦だった。萩風は
両艦と共に単術陣を組み、味方の旗艦へ酸素魚雷を放った。自らの手で誇りだった空母赤城を海の底へ送ったのである。萩風は加賀の乗員もすくい上げ、消えゆく味方を見送った。そして1年後、昭和18年8月6日、萩風はベラ湾の野戦で両艦の嵐と共に沈む。味方を撃った駆逐艦はやがて自らも暗い海に。カゲロウ型のネームシップ、カゲロウ。カゲロウはソロモンの激戦を転戦した歴戦の艦だった。だが、昭和18年5月8日、運命の日が訪れる。舞台はソロモン諸島のコロンバンガラ島の沖。輸送作戦の途中、カゲロウはアメリカ軍が敷いた機雷原に突っ込んだ。海中で炸裂した機雷が艦艇を引き裂く。大破したカゲロウはそのまま沈没した。日本駆逐艦の完成形と呼ばれたカゲロウ型。そのネームシップの最後は敵の姿すら見えない一発の機雷だった。そしてこの日、コロンバンガラの海で沈んだのはカゲロウだけ。カゲロウ型の一隻、黒潮。黒潮もソロモンの海で戦い続けた一隻だった。そして昭和18年5月8日、黒潮は姉妹艦のカゲロウと全く同じコロンバンガラ沖の輸送作戦にいた。同じ海、同じアメリカ軍の機雷原。黒潮もまたその機雷に触れる。艦は大破し、カゲロウと同じ日に同じ海に沈んでいった。姉妹な同じ一日で同じ藁にかかったのだ。だが悲劇はまだ終わらなかった。この日、3隻目のカゲロウ型が同じ機雷原で命を落とす。カゲロウ型の一隻、親潮。親潮もまたカゲロウ、黒潮と共にコロンバンガラの輸送作戦に参加していた。昭和18年5月8日、親潮も同じ機雷原で艦を傷つけられる。そして動けなくなったところをアメリカ軍の空襲にさらされた。親潮はこの沈んだ3隻目のカゲロウ型となった。カゲロウ、黒潮、親潮。日本駆逐艦の完成形と謳われた3隻がたった1日で同じ海に消えたのである。敵の艦隊と撃ち合ったのではない。見えない機雷が精鋭の3姉妹をカゲロウ型の一隻、時津風。昭和18年3月、ビスマルク海海戦。日本は大勢の陸軍兵を乗せた輸送船団をニューギニアのラエへ送り込もうとした。時津風はその寸断を守る駆逐艦の一隻だった。だが待ち構えていたアメリカ軍は低空から爆弾を跳ねさせる新しい戦法で襲いかかる。輸送船は次々と炎上し、護衛の駆逐艦も逃げ場を失った。時津風もまたこの空襲で沈没する。船団はほぼ全滅し、海に投げ出された兵の多くが帰らなかった。一度の空襲で船団も護衛もまとめて海に消えた。ビスマルク海の敗北は日本の制海権が崩れ始めた章だった。カゲロウ型の一隻、嵐。日本駆逐艦の得意は夜の戦い。暗闇に紛れ酸素魚雷を放つ野戦こそその真骨頂だった。だが昭和18年8月6日、ベラ湾。嵐は萩風たちと共にコロンバンガラへ物資を運ぶ任務にいた。そこへアメリカの駆逐艦部隊が待ち伏せていた。彼らはレーダーで闇の中の日本艦を正確に捉え、先に魚雷を放った。得意の野戦で日本側は姿も見えぬまま撃たれる。嵐も萩風も逃れることはできなかった。夜の王者だった日本駆逐艦はレーダーという新しい目の前にその優位を失っていったのである。カゲロウ型の一隻、初風。昭和18年11月2日、ブーゲンビル島沖の野戦。
闇の中の剣戦は思わぬ悲劇を生む。初風は混乱の中で味方の従順洋館妙高と激しく衝突してしまう。その衝撃で初風は艦首をもぎ取られた。動けなくなった初風にアメリカ艦隊の砲弾が降り注ぐ。初風はそのまま沈んでいった。敵に撃たれたのではなく、まず味方とぶつかって身動きが取れなくなる。暗闇の海戦がいかに過酷で危ういものだったか。初風の最後はそれを静かに物語っている。カゲロウ型の一隻、舞風。舞風もまたミッドウェーで空母赤城の処分に加わった一隻だった。だが昭和19年2月、南洋の一大拠点トラック島がアメリカ機動部隊の大空襲にさらされる。日本の拠点はわずか2日で壊滅した。舞風は傷ついた味方の巡洋艦を守りながら脱出しようとする。そこをアメリカの大艦隊に捕捉された。集中砲火を浴びた。舞風は乗員ほぼ全員と共に沈んだ。生存者はほとんどいなかったと伝えられる。赤城を見送った駆逐艦もまたこうして静かに南のカゲロウ型の19番艦秋雲。昭和19年、日本の海はアメリカの潜水艦で埋め尽くされていた。輸送の護衛に追われるカゲロウ型はその格好の獲物だった。昭和19年4月、秋雲は南の海でアメリカの潜水艦の魚雷を受け沈んだ。そして同じ6月、姉妹艦の谷風もタウイタウイの沖で敵の潜水艦に待ち伏せされる。谷風もまた一本の魚雷で海の底へ消えた。戦艦の盾となるはずの駆逐艦が今度は自分たちが見えない敵に駆られていく。海の下から忍び寄る魚雷はカゲロウ型を一隻また一隻と。カゲロウ型の一隻、天津風。天津風は海戦から数々の海戦を戦った精鋭の一隻だった。だが昭和18年、アメリカの潜水艦の雷撃を受ける。魚雷は艦の全部で炸裂し、天津風は艦首を丸ごと失った。普通なら沈んでもおかしくない損害。だが天津風は沈まなかった。味方に引かれて港へたどり着き、大規模な修理を受ける。失った艦首は新型の島風型の形を真似て作り直された。こうして天津風は一度は蘇ったのである。だが昭和20年4月6日、アモイの沖でアメリカ機の空襲を受け、天津風はついに沈んだ。前をもがれてもなお戦い続けた一隻は最後までカゲロウ型の意地を見せて果てたのだった。カゲロウ型の2番艦白縫。白縫は開戦以来数々の作戦を生き抜いてきた古参だった。だが昭和19年10月、日本の命運をかけたレイテ沖海戦が始まる。白縫は傷ついた味方を助けようと危険な海域へ向かった。そこをアメリカの機動部隊の大空襲が襲う。10月27日、集中攻撃を浴びた白縫は沈んだ。助かった。乗員は一人もいなかったと伝えられる。仲間を救おうとして向かった海で、白縫は乗員すべてと共に消えたのである。古参の駆逐艦の最後は誰にも見取られない静かなものだった。カゲロウ型の一隻、野脇。野脇もまたミッドウェーで赤城の処分に加わった一隻だった。そして昭和19年10月、レイテ沖海戦。野脇は栗田艦隊と共に決死の突入作戦に参加する。だが作戦は中止となり、艦隊は反転する。その撤退の中で野脇は動けなくなった味方の巡洋艦を助けに引き返した。しかしそこへアメリカの巡洋艦と駆逐艦の大軍が現れる。10月26日、逃げ場のない野脇は集中砲火を浴びた。野脇は乗員ほぼ全員と共に沈んだ。助かったのはわずか一人だったという。
味方を守ろうとした一隻が殿をつてめ、静かに海へ消えた。かげろう型の一隻、浦風。浦風は、雪風と同じ駆逐隊で、多くの代官を守ってきた駆逐艦だった。昭和19年11月21日、台湾の沖。浦風は、戦艦金剛を守りながら航行していた。だがその海には、アメリカの潜水艦が潜んでいた。潜水艦が放った魚雷は、金剛に命中する。そして同じ攻撃で、護衛の浦風もまた、大撃を受けた。金剛が沈みゆくその傍らで、浦風も、艦もろとも海に消えた。守るべき戦艦と、それを守る駆逐艦が、たった一隻の潜水艦に、同じ海で沈められたのである。あげろ型の一隻、磯風。昭和20年4月、戦艦大和の最後の出撃。沖縄へ片道の燃料で向かう水上特攻である。磯風は、その大和を守る駆逐艦の一隻として随伴していた。4月7日、坊野岬の沖。アメリカの機動部隊から数百機の艦載機が卒倒する。大和が沈みゆくその傍らで、磯風もまた集中攻撃を暴いた。機関を破壊され、航行不能となった磯風。味方の手でとどめを刺され、磯風は自沈した。世界最大の戦艦とともに、一隻の駆逐艦もまた、この海に沈んだのである。アゴー型の一隻、浜風。浜風は、多くの代艦を守ってきた駆逐艦だった。戦艦金剛、そして巨大空母信濃。浜風は、その護衛につき、味方の最後を何度も見送ってきた。そして昭和20年4月、浜風もまた、大和の特攻に随伴する。4月7日の朝、坊野岬の沖。アメリカ機の第一波が真っ先に狙ったのが、この浜風だった。魚雷と爆弾を受けた浜風は、大和よりも先に真っ二つに折れて、沈んだ。代艦を守り続けた駆逐艦は、その最後の護衛の朝、誰よりも早く海に消えたのである。かげろう型の8番艦、雪風。雪風は、開戦から終戦まで、休む間もなく戦い続けた。ミッドウェー、南太平洋、第三次ソロモン、ビスマルク海、レイテ、太平洋戦争のあらゆる激戦に雪風はいた。その数、16回を超える。普通なら何度沈んでもおかしくない数である。ところが雪風は、ただの一度も大きな傷を負わなかった。周りの暴漢が次々と沈んでいくその中で、雪風だけが生き残る。同じ駆逐隊の仲間は、雪風を除いて、すべて海に消えた。いつしか雪風は、奇跡の駆逐艦、不沈艦と呼ばれるようになる。呉の雪風、佐世保のしぐれ、2隻の幸運艦の名は、日本中に知れ渡った。海を行く雪風。昭和20年4月、大和の最後の出撃。磯風、浜風が沈むその海に雪風もまた随伴していた。数百機の空襲の中を雪風は走り抜ける。そして大和が沈んだ後、雪風は燃える海に飛び込むように近づいた。漂う乗員を次々と引き上げる。雪風が救った大和の生存者は105名に上った。さらに終戦間近の7月30日、宮津湾。湾口はアメリカの機雷で封じられ、両艦の初霜は座礁して沈んだ。その中を雪風は水深の深い場所を選び、一気に湾の外へダッシュする。最後の最後まで雪風の幸運は尽きなかった。生き残った雪風。戦争が終わっても雪風の仕事は終わらなかった。武装を外した雪風は福音輸送に従事する。海の外に残された13,000人以上の日本人を故郷へ運んだ。そして昭和22年、雪風は賠償艦として中華民国へ引き渡される。新しい名は丹陽。再び武装を積んだ雪風は
中華民国海軍の旗艦となり、金門島の砲撃戦などを戦い抜いた。日本駆逐艦の完成形は、海を渡った先でも、なお現役を続けたのである。丹陽が役目を終えたのである。1971年。そして、その日年、雪風のダリンと怒り岳が日本へ返還された。今、そのダリンと怒りは、江田島に静かに展示されている。長い航海の果てに、雪風は、ふるさとの海へ帰ってきたのだ。タゲロウ型19隻の物語を一隻ずつ見てきた。ミッドウェーで炎上する味方の空母を撃った萩風。コロンバン柄の嫌い腹で同じ三重機に伝った三姉妹。ヤマトと共に棒の岬に沈んだ磯風と浜風。そしてあらゆる激戦を生き延びたただ一隻の雪風。19隻のうち18隻が帰らなかった日本駆逐艦の完成形と呼ばれた精鋭たち。艦隊の盾となり船団を守り、そして多くが海に消えた。カラーで蘇ったその姿の乳に確かに彼らは生きていた。私たち日本人はそのことを忘れてはいけない。ここまでご覧いただきありがとうございました。この動画が心に残ったら高評価とチャンネル登録で応援よろしくお願いします。